どうも、大曲時フィルムのヒロト。ともです。どうも。どうも。はい。はい。今回ですね、ともさんをお呼びさせていただいたのは、はい。まあね、撮影なんですけれども、うんうん、今回もですね、我々の元にとある DM が届いております。で、その DM 送っていただいた方っていうのが、50代ぐらいの男性の方なんですけれども、その男性がですね、30年ほど前まで住んでいたとある一軒家があると。その一軒家はですね、つい 2,3 年前までその男性のご両親お二人で住まわれていたそうなんですね。でそのご両親ももうご高齢だったんですけれども、2,3 年前にお亡くなりになられて、今は空き家という状況だそうなんです。で今回我々の方に調査依頼があったのがその一軒家なんですけれども、とある事情がありまして、その依頼をくれた男性はですね、もうその家に踏み入ることができないといった風らしいんですね。相当なことか。ご高齢のご両親、おじいさんとおばあさんが、亡くなったので、当然もう空き家ですから室内をね処分して、次の使い方を考えていきたいところではあるんだけれども、どうにも手を出すことができないと。今その家はですね、もうとんでもなく気持ちの悪い状況にあるということを言ってるんですね。今から 2,3 年前にまずお父様の方が亡くなられたんですけれど、そのさらに数年前お母様が亡くなられてるんですね。でお母様が亡くなられてからお父様が一人で住んでいたそうなんですが、お母様が亡くなられたことを機にですね、徐々におかしくなっていってしまったということを言ってるんです。具体的にどうおかしくなったかというと、依頼者の方が時折そのお父様のね様子を見に今回の家に訪問した時に、しきりにですね、家の中に何かいると、何かにこう怯えているような状況だったらしいんですよ。何か認知症の症状なのかとも疑ったようなんですが、それはないと。どうやら状況がおかしい。そんな日が続いてですね、とうとう亡くなる直前、上事のようにこんなことを言い出すようになってしまったそうなんですが、お父様は生前お母様のことを、ばあさんというふうに呼んでいたそうなんですけど、ばあさんが鬼になってしまった。ばあさんが鬼になってしまった。もうちょっとどういうことだろうっていう感じですけど、そうだね。と同時にですね、本当に途中認知症の症状を依頼者の方もかなり疑っていたそうなんですが、変な収集癖がお母様の死をきっかけに始まってしまったようなんですよ。集めていたものっていうのがなんですけど、リサイクルショップを回り出したり、いろんなところから集め出したと。でそれをですね、家に置き始めてしまったと。あまりにも気味が悪いので、依頼者の方も自分の父親にね、そんな悪趣味なことをやめろと。最初はふざけてると思ったそうなんですけれども、話を聞くと、どうやらそんなこともないようなんですよ。でその後ですね、お父様が亡くなられて、一度は処分のためにその家に入ったそうなんですが、もうお化け屋敷みたいな状況になっていて、もうとてもじゃないけど気味が悪くて入りたくないと。当然誰も住んでいない空き家のはずなのに、玄関に立っていると奥の方から数人の話し声が聞こえるといったことを経験しています。なのでね、今回一度我々に家に入ってどういう状況なのか、依頼者の方もですね詳しく中の状況分かってないみたいなんで、一度ですね確認をして検証をしてもらいたいといったお話であります。おばあさんが鬼になった上事のように言っていたっていうのが一体何を意味するのかっていうのも気になるので、早速調査に参りましょう。いきますか。はい、今ね、問題の一軒家に到着しましたので、早速入っていこうか。なんかすごい本当古い家って感じが。そうね。楽しみです。これだね。これが言われてたやつ。そうだね。集めていたものっていうのがマネキンの首なんですけど、でもこんなさいきなりあると思うから。そうだね。ちょっと入ってみようか。部屋の状況はですね、かなりカビ臭さがすごくて、かなり衛生的に悪い。物もすごいたくさんあるし、ほこりっぽいですね。すごいなんかジメッとしてて、もう気持ちの悪さが充満してるね。そうだね。このなんか扉がさ、閉まってるってのも怖いよね。もう今の時点でさ、こう2方向にね、行けるわけだけど、
もうどっちも行きたくないね。行きたくないね、ここ。まあじゃあこっちからちょっと和室の方から行ってみたいと思います。うわっ、そのまんまだよ。そのまんまだね。どういうことだろう。なんで向こうに家が飾ってあるんだろうな。仏壇のとこに家って置いてあるイメージ。そうだよね。本当にちょっとさ、うんうん、この場所の話を聞いてるからか、すげえちょっと嫌な感じがするね。嫌な感じするね。うん、ここまで仏壇とか、家とかそのままだとは思わなかったから。そうね。戒名が書いてある、あれなんて言うんだろう、そのままだね。あの家のおばあさん、話にあった先に亡くなられた方なのかな。ああ、はいはい。でもこの神棚、やっぱりもうボロボロだもんね。なんとなくね、入る前に想像してたんだけど、やっぱりゴミ屋敷に近い状態だっていうのを聞いてさ、ただ、古い、家だから、こういう仏壇だとか神棚がさ、もしあるとしたら、こういう状況になっちゃってて、それのせいで、何か良くないことが起きてるっていうのもあるんじゃないかなと思ってたけど、やっぱりそのまま放置されちゃって。そう。なんかさ、臭いよね。臭い。匂いはずっと感じる。さっきカビ臭さって言ったけどさ、ちょっと腐敗臭するよね。あんまり触れたくなかったんだけど、するよね。してるよね。こういったパターンでですね、腐敗臭っていうのは僕らの中で一つこうであってくれっていうのがあって、冷蔵庫がねそのまま残されていて、もう中のものも全部腐ってるっていうパターンがあって、そこから発せられてるっていうことも今よくあるんでね、それであってほしいというか。生活してたまんまだね。嫌だね、こういう人が住んでた形跡がある場所っていうのが怖いよね。こういった風で人が住んでいた痕跡が残ってる場所っていうのはさ、念が溜まりやすいっても言うよね。浄化されないで、特に見てもらうと分かる通りですね、すごいこれ茂みに覆われてるんだよね。もう昼間も多分ここ真っ暗だよね。動いてるね。ちょっとそっ気になったね。時間はもう全然狂ってるけど、ちょっと息苦しいな。ちょっと扉開けるのもちょっと嫌な感じですよね。うわそのまんまだね。そのままだね。物がすごい。なんか今動いてる。なんか上からガサガサっと音がしたね。さっきのね、匂いの元が、ここであるっていうことをちょっと祈りつつ開けてみます。空っぽだな。汚いけど、こっからではないな。そうだね。ここではない。ただゴミの中からするわけでもなさそうだね。最後はね、おじいさんが一人で住んでたっていうことですけれども、その前までは本当に老夫婦が二人で住んでたっていうことなんで、居住スペース以外はもう全部物置だね。そうだね。開かない。服とか置いてたっていうか。そうだね。で話にあったようにさ、おばあさんが亡くなってから変なことを言うようになって、ね、変なものを集めるようになってしまったという話だったんだけど、でおそらくその玄関に置いてあったマネキンもそれの一部、あとまだ服とかなんか日用品のゴミの山でまだあるような気がするね。ちょっと腐敗臭の原因が恐ろしいな。ちょっとそうだね。いやー、やだね。確かに冷蔵庫じゃなかったっていうのがちょっと。そうだね。いや、そのまんまだもん。うわ、すごい。なんかもう食器とかも洗ってそのままって感じだもんね。いや、本当だよ。おばあさんが亡くなってから、ね、そのおじいさんが亡くなるまでの間、一体何とここで生活してたのかっていうね。確かに。一体何が見えていて、何に怯えてたのか。変なものを集め出した、変なことを言い出したっていうのが僕にとって結構、今回ね、
キーワードだなと思っていて、おそらく、本当によくありがちな話ではあるんだけど、何かから身を守るために物をこう集めた、お札の家とか、そういったのもそうじゃないですか。海外とかだとね、人形集め出して、そうそうそう、あるもんね。聞こえたよね今。聞こえた。してる。若干さっきヒロ君がお風呂場のドア開ける前からしてた。本当に？この物置だ。じゃあちょっと上行ってみようか。おお、びっくりした。これのことだね。そうだね、完全にそうさ、今回のさ依頼者の人がさ、いたずらが好きなわけでもないのでとか言ってさ、確かにこんなんいたずらだわな。これはやらんわな。ちょっと行くのは嫌なんだけど。嫌だよ。そのおばあさんが亡くなっちゃってから見つめ出したってことなんだ。依頼者の方曰く、父親が生きてる時はもう好きなようにやらせてたけど、亡くなってからさすがにもう触るのも嫌だ。当然そうだよね。もうお化け屋敷だもんねこんな。行きますか。うわほんと人がいるって思って錯覚しちゃうよね、これ。でも普通のマネキンだからね。ちょっと待って。話し声ね、聞こえたよ。マジ？俺聞こえなかった。部屋から？上から。マジか。わかんない、ちょっと気のせいかな。ちょっと待って、息苦しいわ。話し声聞こえた今。じゃあもしかしてさっきさ俺ら聞いてた物音って上からしてたのかな？いや、そうだね。完全にそうだよね。もう完全に腐敗臭も上からするしね。その依頼者の方も父親が生きてる時から生前からもう2階には絶対上がりたくなかったってこと言ってたし、ただ父親は生前ずっと上で寝てたらしい。今見ての通りね、1階に何か寝具みたいなものなかったから上で寝てたんだよね。ずっとノックされてるしね。してる。ドア行くか。待って、この辺に来ると話が聞こえるんだよ。なんかちょっとしない？わかんない。なんか数人の話みたいな。開かないな。きつい。ちょっとこれはメンタルが削られる。マジ？布団敷いてあるわ。うわちょっとやばいねこれ。ちょっと言葉にならないね。腐敗臭完全に遺体からだ。この布団からだ。じゃあもしかしてここでそう見つかったってこと？そうだね。亡くなってからしばらく時間が経ってたみたいだね。遺体を片付けた後のままだね、これはもう。違うな。遺体がもしここにあったとしてさ、こんな布団めくったみたいにならないよね。出たってことか？いや、遺体は布団で見つかったらしいよ。
一回誰かここで寝てんだよ。父親はその後一人で暮らしていたけど、その後2階の自分の部屋で布団の上で息を引き取ったっていうことを言ってたんで、まあ、ここであることは間違いないんですよ。その後誰もいないはずのこの家で誰かが一回布団に入って寝てんだよ。だってこれ見て、この布団のめくり方、起き抜け。そうだね。ちょっと食らうね、これは。めちゃめちゃ食らうね。うわこれはおばあさんが使ってた布団。亡くなってからもね、そのままなんだよ。まあ、でもよく考えたら当然かもね。だって息子さんはさ、もう2階には上がってないんだから誰も片付ける人がいないよね。確かに。そうか。仮説だけどさ、この隣で寝てたってことだよね。だね。だね。おばあさんが寝ていた布団の隣でずっと寝てたってことだよね。おばあさんの存在を感じてて、それに怯えてた。やっぱ匂いはこっからだな。きついねこれ。よし、とりあえずちょっと匂いがきついから、一旦下行こうか。こっちだよ。何の音？うわっやばいやばい。ちょっと見てみ。一瞬本物だと思ったわ。確かに。嘘でしょ。うわうわこれを集めてたんだ。まあそりゃ嫌になるわ。あってもさ、56体とかそういうのを想像してたじゃん。こんなに集めてると思わなかった。もうほんと階段のやつと玄関のやつだけだと思ったよ。これを集めてたんだ。これのこと言ってたんだ。でもさっきの話し声とかさ、これじゃん。そういうこと。こっちでもしおばあさんが寝てたとするじゃん。こっちの布団にさ、こう集めてたっていうのもなんか理由があるのかもしれない。そういうことだね。だよね。おじいさんがここに置いたわけだもんね。さっきの鬼の話につながるのかもしれない。これか。まあ身代わり、何かから身を守るために物を集めた。海外とかだとね、人形集めだし。そうそうそう。いやこれはきついね。ね。めっちゃ匂い。いやわかる。だよね。めっちゃ癖。ちょっと待って。めちゃくちゃ匂いが。こんな強くなかったよね。やばい。あーやばい。どこれ？なんでこんな急に。あ、ちょっと無理だな。ちょ。まあとりあえず行こう。
車行こうか。そうだね。はい、今ちょっとね離れたところに止めている車に戻ってきたんだけど、なかなか今回もねヘビーな場所ですね。強烈だね。2階のさ、部屋、入った瞬間やばかったね。変なものを集める、いわば収集癖がおばあさんが亡くなった後にね、出てきてしまったと。でそれも変なことを言うようになってしまったっていうことは聞いてたからさ、なんかちょっと変わったものがあるのかなと思って、玄関だとか階段のさマネキンはまだ、これかっていう風だったけど、まさかあんな大量に集めてるとはちょっと。でもやっぱりなんかよくさ、その人の形をしてればしているほど念がこもりやすいって言うじゃないですか。マネキンの顔なんてもうまさにだからね。確かになんかそういう身代わりというか、そうだね。どんな意図があったかわからないけど、少なくともこんだけ負のオーラに包まれた家にね、長年腐敗臭に包まれながらずっと保持されてるっていうのは、何が起きてもちょっと不思議ではないかなっていう。先ほどから戻ってきて2階に上がった時、腐敗臭の正体が分かった瞬間、相当体調悪かったんだけど、だいぶ今戻ってきましたんで、ちょっとじゃあ今から一人でもう一回見に行ってきます。大丈夫。でもそうか、なんか声とかもさ、ヒロ君が聞こえてた感じはすごいするもんな。そうだね。とりあえずもう一回2階行ってみます。もしもし、もしもし、聞こえますか？ちょっと分かんないんだけど、なんかマネキンを見てるとその表情がちょっと変わってるような気がして、これでどの顔が変わったかが確認できると思う。